皆さんこんにちは、ゆりこです。このチャンネルでは日本人の私が海外の皆さんにね、日本とか鎌倉の魅力っていうのを発信してるんですけど、皆さんの中にはご存知の方もいるかもしれないんですけど、私はね、ここの地元でプライベートツアーをやっています。プライベートツアーどんなこと知ってるのっていう風にね、多分、疑問に思っている人もいると思うので、今日は私のツアーの様子を皆さんに少しお見せしたいと思います。今日のね、ツアーを申し込んでくれたカールさんという方はもうね4回ぐらいツアーをするんですね。今回が4回目かな。鎌倉を多分もう2回回っていて、あとは日光に一緒に行ったのと、今日はまた鎌倉っていうところで、カールさんの家族の方も今日はいるということなので、めちゃくちゃ会えるの楽しみにしてるんですけど、ちょっと、結構親しくしてもうリピートねしてくれてる方なので、ちょっとお願いして、ツアーの様子を撮らせてもらおうと思っています。はい、ぜひね楽しみにしていてください。ということで、鎌倉駅に向かいます。今日はよろしくお願いします。カールさんです。カールさんです。お名前を。ダナベン。ダナベン。ダナちゃんです。よろしく、ダナ君。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい。Do you know Japanese language? Little bit. Little bit. Still learning. Still, how old are you? 22. 22. Wow. So, is this your first time in Japan? Yes, first time. That's my 4th day. Wow. Do you have any jet lag? Yeah, I'm getting over it. Actually, until 6, I went to Chicago. I heard jet lag a little bit. Every day around 4 or 5 p.m. Yeah, very sleepy. これから私たちは、私がフォトグラファーとしてお仕事をさせてもらっている報国寺というお寺に向かいたいと思います。さて今回このツアー中にあるアプリを皆さんに紹介したいと思います。それは翻訳かもめというアプリです。この翻訳かもめは AI 万能翻訳アプリとして動画も会話も画像もすべて一つのアプリで完結できるという非常に便利なアプリになっています。今回は実際にこのアプリが海外の旅行でどれだけ役に立つか皆さんにお見せしたいと思います。ダウンロードリンクは概要欄にあるのでチェックしてみてね。まずはお寺にある地蔵を翻訳アプリを使って説明していきたいと思います。地蔵がなんで赤いやつをつけているかというと、魔除けの意味もあるんだけど、実は子供の神様、子供の仏様という説があります。While it's said to have a meaning of warding off evil, there's actually a belief that they are deities or Buddhas who protect children. So, like kids? 私自身、英語の聞き取りは割とできるんですが、自分で、歴史的なこととかをね、発信したいという時は、なかなか表現方法がわからず、ちょっとね、英語に苦しくなる時がありますが、このアプリを使えばかなり簡単に、翻訳ができるので便利だなぁと思いました。さて、竹林に入る前にお二人にお願いをしたいと思います。でも一つ、ルールがあります。この竹は実は江戸時代から、ある竹林ですごく古いので、丁寧に使ってください。
もしも竹に触ると竹が黄色くなっちゃうので竹に触ったりしちゃいけません。そう、この報国寺の竹林はなんと江戸時代から守られてきたと言われています。そして約1000本以上の竹があります。竹は落書きはもちろんダメですし、触ったりすると黄色く傷ついてしまうので、絶対に触らないようにしましょう。さて、枯山水のあるお庭に向かいたいと思います。Can you see the spider lily? Mm. I didn't see the yellow spider lily before. Mm-hmm. It's very rare spider lily. Yeah. Mm. So usually red color. Yeah, red. Is blue a real color? Like Demon Slayer. Yeah. No. ここでチケットの裏側にある日本語画像翻訳機能を使って翻訳したいと思います。Sometimes when it's very windy. Ah. Oh. Oh, the inside. 1334. 旧公安ミュージアム旧公安 which became today's bamboo garden. Mm. 何やら私たちは大きなカマキリを見つけてしまいました。竹も立派ですが、カマキリも立派ですね。さて、このように報国寺は本当に静かで美しい場所です。毎朝、庭師さんたちが美しさを保つためにメンテナンスをしてくれています。なので、このね、美しい竹林をこの後1000年残していくためにも、触ったりしないようにしましょう。さて、お茶小屋にやってきました。こちらは旧公安さんというお茶小屋で、報国寺の中で本格的な抹茶を飲むことができます。はい。So, let's eat sweet first. So, okay. Can I explain? 抹茶に関する豆知識を共有したいと思います。この抹茶は京都の辻利という有名な抹茶のお店でお店さんが報国寺のためにブレンドして作ってくれました。でこの、お菓子は落雁といって甘いお菓子なんですが、鎌倉で一番有名な、鳩サブレで有名なお店が作ってくれた、お菓子になっています。とてもスペシャルな、報国寺のために作られたスペシャルな、お菓子になっています。This matcha is from Tsujiri, a famous matcha shop in Kyoto. Very special. 実際に干菓子を食べていただきました。2つの種類の干菓子があって、1つは報国寺の家紋が入った干菓子、そしてもう1つは竹の形の干菓子があります。どちらもすごく甘くて美味しいです。日本ではお茶の席でね、今回食べたような小さなお砂糖のお菓子をいただくことが多いです。お茶菓子を食べた後に抹茶を飲むと苦さが緩和されて、口の中でね、本当に美味しさが感じられます。アメリカの抹茶と比べてどんなところが違って、どんなところが美味しかったですかWhat? Oh, more delicious. Wow.
That's a hard question because everything's better. I did in America, it's not as fresh Yes. and they don't prepare it properly. Like They take matcha powder and put in coffee, Coffee. latte, yeah, like Starbucks. yeah. They dump generic matcha powder with milk or cream and make matcha latte or make a matcha, and it's not the same. It's very difficult to find proper authentic matcha in America. Yeah. Probably mostly on the West Coast. Yeah. ありがとうございます。さて、お抹茶を飲み終えたので、報告所を散策します。 It's bad. これは皆さんが触ってしまったせいで、黄色くね、傷んでしまった竹です。落書きはもちろんダメなんですが、触ることもダメなので気をつけましょう。その他にもね、報告時には面白いスポットがたくさんあるので、1時間ぐらいね、観光できるかなって思います。さあ、お腹が空いたので、次は江ノ電に乗って朝ごはんを食べに行きたいと思います。And I think this train runs 32 per mile. 32 miles? Yeah. So I have electric bicycle, and sometimes I chase to this. And beat the train. Yes. Wow. 今言ったように、時々私は電動自転車でね、江ノ電とカーチェイスします。Really? Yes. You grew up on Kamakura? Sorry. Yeah. But yesterday, it was a little bit it was typhoon, rainy and very windy, Yes, yes. and there are so many surfers. Many surfers. Yes. Because lots of Because big of- waves. Yes, waves, yeah. but also I heard so many helicopter sound, like I think someone, drowning. Yes. We're lost, yeah. So don't surf at the typhoon day. Yes. さあ、ビルズに到着しました。このお店は日本のレストランではなく、オーストラリア・シドニー発のカジュアルダイニングレストランで、世界一の朝食と称されるリコッタパンケーキやスクランブルエッグで有名です。鎌倉の他に横浜の赤レンガ倉庫や銀座にお店があります。カールさんとは前回のツアーの時に行きましたが、今回もカールさんの希望で再び行くことに。Should I get it? Can I get both? 結局3人ともパンケーキを頼みました。このふわふわのパンケーキはいつ食べても本当に美味しいです。I don't know why, but in Japan, fluffy pancake is very popular. And cheesecake too. Yeah, cheesecake. You need to try Rikuru's in Rikuro. Rikuro in Osaka. They make they're warm and fluffy. Cheesecake really good, and then it's very soft and fluffy, and the bottom have raisins. But when I was a kid, I really like Denny's pancakes. Denny's, yes. I had Denny's last time. Oh, really? Yeah, Here. yeah, in Edogawa. Did they give you a cup with spaceship cup? No. No. What is special cup? We used to get, when I was little, when we go to Denny's. Kids meal at Denny's in America. A cup shaped like a spaceship. Yeah. お腹いっぱいになった後は江ノ電で江ノ島に向かいます。この七里ヶ浜鎌倉高校前といったエリアは江ノ電から海を見ることができて、私のねお気に入りの場所の一つです。さて江ノ島に向かって歩いていますが、ここでカールさんとカールさんの息子さんが
江ノ島の土が黒いことに気がつきます。私は鎌倉で生まれ育ったので、実はあまり疑問に思ったことがなかったのですが、改めて調べてみることにします。そしてね、今回も翻訳カモメを使って翻訳していきたいと思います。江ノ島の砂が黒いのは富士山が噴火したのと、あとは箱根の山の影響だそうです。英語にして違うか。Because of the eruption of Mount Fuji and also due to the influence of the Hakone Mountains. Ah, yes. 箱根に行った箱根に行ったことがありますか？ Oh, yes. I went 2 years ago. Hakone. I stay at onsen. 温泉のどんなところが好きですか？ Yes. Oh, I like the nutrients in the water. Because in America, we just have jacuzzis, which is regular, like pool water that's heated up. But here, onsen, hot spring have natural, with lots of natural water with lots of nutrients. It makes you feel, gives you lots of energy. Even though you're getting hot, it gives you energy. 確かに温泉に入った後ポカポカしますね。Yes, you feel warm and cozy. Ah, yes. Especially if you're private. If you have private onsen on a balcony, and you go take a nice long hot spring bath, and then walk in tatami room and lay down. It's very, very soothing and relaxing. Are you excited for hot spring? Yes. I think he's more excited to go to have big tatami room with shoji screens. さあ、江ノ島のたくさんの階段を登って洞窟に向かいます。神社で御朱印をいただいたり、洞窟の前にあるカフェでお酒を飲んだりしながら本当に楽しい時間を過ごしました。さて、今回翻訳カモメというね、アプリを使いながらツアーをさせてもらいましたが、翻訳カモメがあれば、たとえね、他国語が流暢でなくても歴史的な話をすることができたり、文化に関するね、深い会話をすることができます。私はね、ある程度は英語を話したり聞いたりすることはできますが、それでもね、歴史的な話や深い話になると、どうやって表現したらいいか迷うことがあります。なのでね、今回このアプリは本当に便利だと思いました。実はアメリカ旅行中にも数日間このアプリを使ってみたんですが、すごく便利でした。現地の人と会話をしたり、レストランでオーダーするのにも本当に便利。美術館を巡る間もどんな内容か解説が翻訳できるため、すぐにわかります。ぜひ皆さんも翻訳カモメを手に入れてみてね。さて、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今日はありがとう。ありがとうございました。バイバイ。翻訳カモメのダウンロードリンクは概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてね。